皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、徴用工問題についてです。日本企業の資産が売却された場合にどのような報復措置を行うのか、こういった話は以前からあるわけですが、今回は自民党内において、在日韓国大使館やサムスンの資産を差し押さえることによって、これを報復措置とするべきだという案が出ている。そういった報道が出ています。なお、韓国のムン大統領は、日本企業の資産売却について基本的に止める姿勢ではありません。日本企業の資産を差し押さえ、そして現金化するための手続きを進めているのは、あくまでも韓国の司法判断であって、政府の進めている政策ではないというのが、ムン大統領の言い分だからです。しかし、この言い分というのはあくまでも韓国政府がこの問題を放置しているための表向きの言い訳であり、どのように言い訳を取り繕おうとも、その結果責任については韓国政府や韓国全体がこの結果責任というものを負うべきものです。ですから、今回韓国に対する報復措置案として出てきた在日韓国大使館やサムスンの資産の差し押さえといった話は、責任を取らせる案としては非常に手ぬるいものであり、私は落第点をつけています。それでは一体どのような報復措置案だったのか、その関連ニュースを一緒に見ていきましょう。在日韓国大使館、サムスン電子日本支社の差し押さえも検討。日本の政権与党自民党が韓国大法院による徴用賠償判決で差し押さえられた日本企業の資産が現金化された場合の報復措置として、東京の在日韓国大使館、サムスン電子日本支社の差し押さえを日本政府に要求したことが18日までに明らかになった。これについて日本政府は法的検討を行い、困難だとの立場を伝えたが、自民党は依然として強硬対応を求めている。菅義偉首相が最近、徴用企業の資産が売却された場合、放還できないとの立場を韓国政府に伝えた背景には、自民党のこうした強硬な立場があったとされる。複数の東京の外交筋は、自民党強硬派は大法院判決で差し押さえられた日本企業の資産が売却された場合、断行を辞さないほど強硬に対応すべきだとし、東京の韓国大使館とサムスン電子支社に対する差し押さえ案を報復措置として要求したと述べた。韓国政府を代表する大使館と財界を象徴するサムスン電子に対する差し押さえを求めた格好だ。在日韓国大使館は条約に基づく治外法権区域であり、サムスン電子社は徴用問題とは無関係な民間企業であることから差し押さえは事実上不可能だ。それでも自民党外交部会を中心にそうした要求が出ており、日本の法務省、外務省などが法的検討を経て日本の憲法や法律に反しており、そうした報復措置は難しいとの立場を自民党側に伝えたという。しかし自民党からは有事に際し、東京の韓国文化院に対する制裁、日本に駐在する韓国の外交官の人数制限などの措置を取るべきだとする要求を続けているという。別の外交筋は、在日韓国大使館とサムスン電子の差し押さえというのはとんでもない発想だが、自民党がそれを求め、日本政府が法的検討まで行ったという事実が重要だとした上で、それほど日本の保守層が徴用企業資産の売却問題に敏感であることを示していると指摘した。日本政府は徴用企業資産の売却に備え、政府全体で外交的、経済的、国際的レベルの報復措置を準備している。麻生太郎副総理は、日本が取るべき報復措置として、貿易の見直し、金融制裁、ビザ発給の停止、送金中断に具体的に言及している。毎日新聞は最近、財務省、外務省、経済産業省などが昨年から約40項目の報復措置を取りまとめ、検討してきたと述べた。それによると、報復措置には麻生副総理が言及したもの以外に関税引き上げ、国際仲裁裁判所への提訴、富田駐韓大使の帰国などが含まれているという。衆議院の解散総選挙を検討している菅首相は、徴用企業の資産が売却された場合、安倍前首相のように韓日対立を政治カードとして活用するため、強硬対応するとの見方が有力だ。安倍前首相は昨年7月、参院選の20日前に、半導体部品など韓国に対する輸出規制を実施し、徴用賠償問題を政治的に活用した。一方、韓国与党、共に民主党のイ・ナギョン代表は同日、菅首相の側近である河村日韓議員連盟幹事長と会い、韓日関係の懸案を協議した。イ代表は韓国国会で河村幹事長と非公開で会談した後、記者団に対し、
韓日の懸案について当局間が積極的に協議し、互いに知恵を絞ることで意見が一致したと述べた。河村幹事長は会談後、記者団に対し、徴用工問題の解決策をどう取りまとめるか、互いに努力しようと言った。互いに守るべき原則はあるが、解決策を示すために努力しようという話をしたと語った。まず一番最初に現状をお話ししましょう。日本企業の資産売却の手続きというものは、ゆっくりではありますが、一応は進んでいます。わざわざ一応という言葉をつけざるを得ないのは、この問題というのはすでに去年から始まっていて、その頃からすぐにでも売るぞ、現金化するぞといった勢いでニュースは流れるのですが、その度に、いやいやまだですよ、こんな手続きが進みますよ、まだありますよ、まだ他の話がありますよ、いやいや売るつもりだったけれどまだこういった話もありますよと、その度に別の話が出てきて、売却化の話というのはいつまで経っても実際には行われないような状況が延々と繰り返されています。ですから、この動画を見た人たちの中にも、どうせ韓国側はこういった話をして、日本側の情報を引き出すための時間稼ぎをしているに過ぎないと、そういう方も非常に多くおられます。とはいえ、そうした先延ばしのための手続きが途中に挟まるというのも、いつかは終わりが来るものです。ですからこの問題についても、いずれは資産売却は行われるという前提で、基本的には見た方がいいでしょう。ただし時期については、韓国側の都合によっていくらでも先延ばしできるのではないかという疑いはあります。それでは話の本筋に戻りましょう。今回出てきた報復措置案は、在日韓国大使館とそしてサムスンこの2つの資産を差し押さえしようという話です。皆さんは最初聞いた時どのように思われたでしょうか？なるほど。確かに政治的な意味においては韓国大使館、そして経済的な意味においてはサムスンは格好の標的だなと思った方もいるかもしれませんが、これは私に言わせれば落第点の報復措置案です。なぜならば話というのがものすごく小さくなっているからです。在日韓国大使館やサムスンというのは確かに代表的なものではあるものの、しかし全体を表すものとは全く違うものです。ですから報復措置案としては全体として非常に規模が小さいものに過ぎません。そして落第点と言わざるを得ないのは、すでにこれまで出てきた報復措置案のミックスさせることの方がはるかに強力な報復措置案だからです。例えば記事の中で指摘されていたように、麻生副総理の示した数々の制裁案というものは、十分に韓国政府や韓国経済全体に対する効果が非常に高く見積もることができます。金融制裁をかければ韓国経済について大きなダメージを与えられるでしょう。日本企業による韓国企業への信用上保証にこれを待ったをかける。また、韓国との間に行われている貿易に対する保険にカントリーリスクを大幅に増加させて、それに伴って保険料を高額化させることにより、貿易に支障をきたすようなことをしたり、もしくは関税をかけたり、日本から韓国への送金についても、これを承認制へと移行することによって、金融の圧迫を図るといった様々な話というものがこれまでいくつも出てきています。また、経済だけではなく、韓国から日本へ来る際のビザなし優遇についてもこれを廃止し、ビザを復活させ、そしてビザを発給する段階においてもより厳格に審査し、ビザ発給のための手数料についても高額化させるといったことなども一つの選択肢です。これらはすでにこれまでに出てきた報復措置案の代表的なものの中で、特に効果が高いと言われているものをミックスさせたものです。ですから私はこうした報復措置案の一つをするのではなく、複数を同時多発的に、そして継続的に強化していくようなことこそが報復措置案としては最強レベルに達すると思っています。これら報復措置案をミックスさせることによる良い点というのは、明らかに韓国政府や韓国という国家そのものへの影響があるということです。決して韓国大使館やサムスン一企業に対する措置とはレベルが違います。なぜそのように全体に対するダメージを与えることを考えるかといえば、今回の徴用工問題というのは基本的に韓国政府が問題を放置しているから起こっていることであり、決してどこかの機関やどこかの企業だけに責任を負わせるようなものではありません。韓国政府が放置しているのであるから、この韓国政府全体がその責任を負うような規模の報復措置を取るというのがまさに釣り合いが取れた話です。韓国政府は基本的に日本に対しては何をしても別に大した報復はしないだろうと高をくくっているからこそ問題を放置しているのです。
ですから、問題を放置して、その責任を取らざるを得なくなった時に初めて、これまでの行いが悪かったなと分かるようなことをしなければなりません。報復措置ですよと言って、駐韓日本大使を日本へと帰国させるような、全く実害のないような報復措置では私は意味がないと思います。今回取り上げたような報復措置案というものを複数同時多発的に行い、それらを順次強化していく。さらに今回の話で出ていないような報復措置案を継続的に追加していくといったことこそが韓国への強力な威圧となるでしょう。そして最後に日韓議連の河村議員の行動についても言及する必要があります。日韓議連というのは基本的に日本の国内において与党、野党、その超党派の集団だと言われています。しかし彼らの活動というものが日本のためになっているかといえば私は全くなっていないと考えています。今回の河村議員の行動、発言についても全く同じことを言えます。なぜならば河村議員は日韓両政府の側が話し合って解決策を見出さなければならないといったような話をしているわけですが、この今回の動画の中で私が言っているように、この問題そのものを放置しているのは韓国政府であり、日本政府は全く関係ありません。ですから、問題解決すべきなのは韓国政府単独の話であって、そこに日本政府が何か携わるような話ではありません。ですから、解決案を話し合いましょうと言って、両政府を話し合いの場に引きずり込むようなことになれば、それは基本的に韓国側が日本へと譲歩を迫るだけの話です。ですから、河村議員の行動というのは基本的には日本政府を巻き添えにするような話であり、マイナスにしかならないのです。ですから、日本政府が堅持しなければいけない姿勢というのは、あくまでも問題解決に当たるべきは韓国政府であり、韓国政府がこの問題を放置して日本企業の資産が売却されるのであれば、その責任は韓国政府や韓国という国家そのものに取ってもらう。であるからして金融措置をはじめとした複数の報復措置案というものを示して、これらを実施する予定であることを明確に意思表示することです。そのような報復措置案がちらつかせている状況にあって、それでもなお問題を放置するのであれば、当然のように報復措置案というものを実施するだけの話です。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私のチャンネルの動画を気に入ってくれた方は、ぜひとも私の活動を支えるチャンネルメンバーへと加入してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。